皆さん、こんにちは。ゆりずマインドカフェのゆりです。お元気でしょうか？私はちょっといろいろありましたが、元気です。はい。このポッドキャストでは、中級から上級の方に向けて、日本の文化や食べ物、価値観、時々心理学についてお話をしています。少し難しい単語や言葉を使うこともありますが、ぜひリスニングにチャレンジしてみてください。今回は介護士として日本で働く予定の方からのリクエストをきっかけに、日本の面接で必ず聞かれる質問と、その背景についてお話をしようと思います。日本の面接では正直であることというのは必ずしも正解ではありません。もしかすると皆さんが誠実に答えたその一言が評価を下げてしまうこともあり得ます。例えば、なぜ日本で働きたいんですかと聞かれて、お給料がいいからですと答えた場合は、面接官はどう感じると思いますか？これは答え方一つで正直で信頼できる人にもなれば、すぐに辞めそうな人にもなってしまうことがあります。今日は日本の面接で必ず聞かれる質問だけではなくて、面接官の言葉の裏側まで詳しく解説ができたらいいなと思っているので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。あと、日本の面接には建前という文化が深く関わっています。これは決して嘘をつくということではないんですよね。今日はその建前の本当の意味も皆さんと一緒に考えていければいいかなと思っています。テーマはちょっと真面目なんですが、まったり話していけたらいいなと思っているので、皆さんも自分の国と照らし合わせながら、のんびり聞いてくれたらいいかなと思います。今回いただいたリクエストなんですが、介護士として日本に来る予定で面接を受けなければなりません。それについてのビデオを作っていただけますかというものでした。面接の何が知りたいかまではわからなかったので、今日は日本での面接全般でほぼ必ず聞かれることと、気をつけるポイント、面接官がその質問をする心理、この3つを軸にお話をしていこうかなと思います。そして本題に入る前に2つお伝えしたいことがあります。1つ目は、今日お話しすることというのは、あくまで私のこれまでの経験に基づいた考え、アドバイスということですね。今まで30数年生きてきたこの人生の中で、私自身が面接で悩んだりとか、いろんな人に相談したりして学んできた、なんというか、リアルな知恵とでも言いましょうかね。ちょっと適切な言葉はわからないですが、それをお伝えいたします。ですので、これを言えば100%合格するみたいな魔法のような内容はね、残念ながらありません。日本の面接は、どこでもそうかもしれませんが、会社や人によって正解がバラバラですよね。これだけで OK という単純な話ではないからこそ、皆さんの状況に合わせて考えるための材料として聞いていただけたらいいかなと思います。次に2つ目ですね。私は転職経験は何度かありますが、介護系の面接は受けたことはないですね。なので、今日は日本の面接全般に共通する大切なポイントというのをベースに、そこにね、ちょっと介護職ならではの視点を加えるぐらいの感じでお話をしていきます。では、早速ですね、まず、どの会社でもほぼ間違いなく聞かれる質問というのをざっと上げていこうかなと思います。まず、一つ目、自己紹介ですね。これは間違いなく聞かれますよね。で、二つ目、これまでの経歴ですね。前職がある場合は、仕事の内容とか、
退職理由を聞かれる場合もあるかもしれませんね。あとはなぜ転職しようと思ったのか、このあたりが聞かれますね。次に3つ目、志望動機ですね。これはどうしてこの会社、この施設なのかというところですね。皆さんの場合だと、なぜ日本で働きたいんですかっていうことも聞かれるかもしれないですが、それに加えて、なぜここなのかっていうのも聞かれることがあるんじゃないかなと思います。日本人だったら絶対聞かれると思いますね。で、次に4つ目ですね。4つ目は、この職業を選んだ理由ですね。例えば、今回リクエストをしてくれた方の場合だと、なぜ介護という仕事を選んだのかですね。これもかなり高い確率で聞かれるかなと思います。次に5つ目、入社後についてですね。やりたい仕事とか、将来の目標とか、あとはキャリアプランとか、そういうのも聞かれることがあります。次に6つ目ですね。これは勤務条件ですね。特に、介護職の場合だと、夜勤とかがある場合があるかなと思うので、そのあたりとか、あとは他の会社でもある可能性が高いですが、残業ができるかとか、いつから働けるかとか、そういうことも聞かれるかなと思います。で、最後、7つ目ですね。皆さんの場合は、日本語レベルは聞かれるかなと思います。あとはね、細々したことで言うと、長所と短所とか、ストレス解消法とか、あと私の経験で言うと、健康面のこととかも聞かれましたね。健康維持のために何かしてますかみたいな。介護職の場合だと体力面は聞かれそうな感じがしますよね。そんな感じですね。皆さんの国でも同じようなことは聞かれますか？それとも全く違うんでしょうか？あと、ちょっと言い忘れていたんですが、これは古い体質かもしれませんが、ご結婚はされていますか？みたいなプライベートな質問をされることもありますね。特に女性の場合だと、ご主人のお世話やご飯は大丈夫ですか？とか聞かれることもありました。そういえば。ちょっとね、ウケるよね、この質問はね。でも実際にある話ですね。あと最後に何か質問はありますか？という逆質問も100%聞かれますね。これは8つ目に入れていいと思います。これは本当に質問があるかというよりも、会社に興味があるかを見られていることが多いかなと思いますね。例えば、御社で活躍している介護士の方に共通する何か特徴はありますか？とかね、こういうのを聞けばやる気も伝わるし、自分がどう考えればいいかもわかるので、一石二鳥の質問かなと思います。これはね、一つ建前のいい使い方かなと思いますね。では、ここからが本題なんですが、面接で気をつけるポイントと、なぜ面接官はこういう質問をするのか、その意図を解説していこうかなと思います。まず、自己紹介ですね。これは前座と言っていいかなと思います。新卒とかだとまた話が変わっていきますが、そうでない場合は、前座とみなしていいかな。だいたいね、30秒から1分ぐらいの自己紹介をしたら十分ですよね。ここで見られているのは、その自己紹介の内容というよりも人柄を見ているかなと思います。具体的に言うと、謙虚さとか明るさ、礼儀正しさ、あと協調性とかもうっすら見ているかもしれないですね。あんまりね、有能さはアピールしない方がいいかなと思います。それがコツかな。次に、長所と短所ですね。特に短所を聞かれたときは、正直に悪いところを言って終わりにしちゃうと、かなりね、
ネガティブな印象になっちゃうかもしれません。大切なのは、その短所とどう向き合ってどう改善しようとしているのかっていう姿勢なんですよね。日本の面接の場合だと、例えば頑張りすぎてしまうとか、短所だけど見方によっては長所にもなるようなものというのを短所として選ぶっていうのも一つのテクニックかなと思いますね。では次ですね。志望動機と本音の出し方についてですね。その仕事をする理由としてお金が理由っていう本音はあっていいと思います。というかそういう人がほとんどですよね。でもそれをそのまま言うと面接官は条件が悪くなったらすぐ辞めるのではと不安になっちゃうんですよね。あとは単純に日本の文化が好きでとかも、もちろんそれはすごく嬉しいことだし、いいことだとは思うんですが、仕事の内容と結びついていないと、うちじゃなくてもいいんじゃないかなって思われてしまいます。実際、皆さんの経歴とか性格でどう言い換えればベストなのかっていうと、これはね、ネットにも載ってないし、教科書にも載ってないですよね。皆さんのバックグラウンドに合わせて言葉を選んでいく必要が、あるかなと思いますね。こういういろんな質問をする中で、面接官が一番不安に思っていることって何だと思いますか？面接官が一番気にしているのは、この人はうちの職場でうまくやっていけるんだろうかっていうところなんですよね。具体的に言うと、既存のメンバーと会うかとか、会社の価値観とずれていないかとか、すごくね、そこを見ています。未経験の場合はね、スキルは入ってから教えればいいって考えている会社も結構ね、多いんですよ。つまり、何が言いたいかというと、面接に呼ばれた時点で、履歴書でね、スキル不足はバレていますよね。だから、どうして面接に呼んだのかっていうと、人柄が見たいからなんですよね。でも、だからといって、無理にね、合わせすぎるのも危険ですよね。例えば、よくある話だと、残業について、国によってははっきり断るのが普通なところもありますよね。でも日本では、できますかっていう質問に協調性を見る意味合いが含まれていることもあります。だから、残業はあまりしたくありませんってそのまま言ってしまうと、協力する気持ちがないタイプの人かって受け取られてしまうことがあるんですよね。だからちょっと言い方を考える必要があるんですよ。私も実際の面接で残業についてはどう思われてますかって聞かれたことがあるんですよね。正直に言うと、私は残業は可能な限りしたくない派なんですよね。でも、繁忙期とか、どうしても忙しい時期は、その時だけなら、協力してあげてもいいかな、みたいな感じなんですよね。めっちゃ、上から目線なんですけど、そんな感じなんですよ。でも、実際私が面接で聞かれた時は、そのまま、したくないです。したくありません。とは言わなかったですよね。実際に面接でどんな風に答えたかというと、実際のセリフはこんな感じでした。もちろん問題ないです。うちは大人しかいないのででも、毎日となるとさすがにしんどいかなとは思いますね。まだ新婚というのもありますし、残業は頻繁にあるということでしょうか？みたいな感じで答えました。そうすると、面接官からの回答は、そうですよね。ご結婚されたばかりでしたもんね。普段はほぼほぼないのでご安心いただきたいんですけど、繁忙期が1月と6月にあるので、その時にご協力いただけると、うちとしてはありがたいですね。
みたいな感じだったんですよね。なので私は、もちろんです。その範囲なら全然全く問題ありません。こんな感じで答えました。すごくね、笑いもありつつ、和やかにすり合わせができたケースかなって思います。ちなみに解説をしておくと、新婚なのでというのは本気で理由にしたわけじゃありません。その場の空気を和ませるためのちょっとした冗談で、この質問をされる前に結婚とか、あと子供の話とかでちょっと話が盛り上がったんですよね。だからそのセリフを言ったんですよね。そう、そんな感じだったんです。で、先ほどのセリフなんですけど、ちょっともう一度言いますね。もちろん問題ないです。うちは大人しかいないので。でも、毎日となるとさすがにしんどいかなと思いますね。まだ新婚のもので。残業は頻繁にあるということでしょうか。これはまさに日本の建前なんですよね。私は建前は嘘ではないと思っています。実際、私のセリフは何一つ嘘は言っていないですよね。なるべくしたくない。でも、繁忙期はいいか、ぐらいな感じ。相手との起こるであろう摩擦は避けつつ、でも自分の意見はね、言っているんですよ。これはもしかしたら、ちょっとね、高度なことをしているかもしれません。このやりとりは単なるできます、できませんの話じゃないんですよね。どうすればできるかを一緒に考える姿勢を見せているんですよ。それは残業は頻繁にあるということでしょうかという質問から察することができるんですよね。で、向こうとしては、その時ご協力いただけるとありがたいですねっていうふうに言ってます。これも建前ですよね。うん。そんな感じのやりとりが日本でよくある、建前かなと思います。建前のやりとりかなと思います。ちなみに、このシーンっていうのは、相手にとっては私を雇った後に言いづらいことを言う時の職場でのやり取りをイメージさせるんですよね。そういうちょっと言いにくいことも、この人はこんな風に和やかに相談できる人なんだなって、向こうとしては安心するわけですよね。これはまさにその会社が求めている協調性に当たると思います。ただ相手に合わせるんじゃなくて、自分の事情も伝えつつ、相手の状況にも歩み寄るということですね。このコミュニケーションができると、日本の面接で合格につながりやすくなるというか、本当に重要なポイントになってくるかなと私は思っています。でもね、こういう相手の反応を見ながら自分の希望を伝えるっていう返し方は、頭では分かっていても、そういう緊張するような場面、とっさの場面ではなかなか出てこないですよね。これは日本語のスキルの問題というよりかは、場数と慣れの問題になってくるかなって思います。自分の置かれている状況は皆さん一人一人違うと思うので、子育て中とか勉強中とか、仕事よりも趣味を大事にしたいとか、いろいろ事情があると思います。自分の場合はどういうかを事前に考えておくことが大事ですよね。それを事前に考えて口に馴染ませておく。何回も自然に言えるように練習しておくことが面接をパスする一番の近道かなと私は思いますね。最後に日本語レベルについてですね。面接官は発音とか文法の完璧さを見ているわけではないですよね。本当に知りたいのはコミュニケーションが取れるかどうかですね。具体的に言うと、実際働き出した時に上司とかリーダーの指示を理解できるか、あとはわからない時に素直に質問できるか、曖昧な時に自分の言葉で確認ができるか、これを見ていますね。これはね、日本人相手でも見ているポイントです。逆に言うと、これができることを面接中にしっかりアピールできれば、面接の合格にはぐっと近づくんじゃないかなと思いますね。一人で練習するのは限界があると思いますし、
自分の日本語が相手にどう響いているか、具体的に言うと失礼に聞こえていないかっていう部分ですね。これは自分一人では気づくのがなかなか難しいかなとは思いますね。なので皆さんの近くにいる信頼できる誰かとロールプレイをしつつ、相手からどう見えているかをフィードバックしてもらうのが一番近道になってくるかなと思います。さて、今日は日本の面接についてお話をしてきました。日本の面接は能力テストではありません。一緒に働く想像ができるか、職場の雰囲気とか人間関係を乱さないか、あとは周囲と協力しながら働けるか、このポイントが重視されますね。そして実は本音を隠す場所でもありません。本音の出し方を調整する場所だと考えてもらうといいかなと思います。逆にね、本音を隠すと面接はパスできるかもしれませんが、結局ね、入社後うまくいかなくて続かないってことになっていきます。あまり良くないと思います。なので皆さんが持っている人となりがわかるように自分らしさを出しつつ、謙虚さを保って本音の出し方を調整する練習をするというのがいいと思います。ちなみに私は本当にくだらないことなんですけど、関西人なんですよね。私は関西人なので、面接を受けると絶対に一回は面接官を笑わすことに命をかけています。でもこれは皆さんは真似しないでください。私の場合はそれに結構ね、命をかけていますね。はい。あとね、面接は受ける側はもちろんすごく緊張するんですけど、実は面接をする側も本当に真剣なんですよね。日本では特にね、正社員とかになってくると、解雇っていうのが簡単にできないんですよね。会社にとってもすごく大きな決断になるんですよね。その人を採用するということが。だからお互いちゃんと納得できるところでマッチするというのが、大事かなと思いますね。はい、こんな感じです。これから日本で面接を受ける皆さん、応援しております。頑張ってくださいね。自分の志望動機、この言い方で大丈夫かなとか、本番に近い形で練習したいなと思った方は、私は日本語講師としてプレプリでプライベートレッスンをしているので、皆さんのお力になることができると思います。いろんな方法があるかなと思いますね。実際の面接形式でロールプレイをしながら、そのフィードバックをするのもありですし、皆さんが伝えたいことを大切にしつつ、日本の文化とか面接の場に合わせた皆さんらしい答え方を一緒に作って練習するということもできます。興味がある方は概要欄に詳細を載せていますので、そちらをご覧ください。それでは今日はこの辺りにして、また次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。